様こんにちは、ネイジの猪俣です。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからですね、動画の最後に今回のポイントなどを音声で紹介していけたらなと思っております。よかったら少しお付き合いください。で、今回ですね、最後になんでここにステッチ入れたんだろうってもしかしたら思う方多いかなと思いまして、ちょっと補足でですね、紹介したいなと思います。でここにねステッチを入れた理由はちょっとそのままだとこういうふうにちょっとダボついてきますよね。それを補うためにもあり、ちょっとワンポイントとしてアクセントにもなりますので、ちょっとあえてですね違う色のものでステッチを加えています。この縫い合わせのところもちょっとポイントになってまして、こう厚みがあるところでちょっとゴワゴワしがちなんですよね。なのでここを返し口をね閉じる前にここの縫い代を開きましょうというところも紹介していますので、よかったら参考にしてみてください。あとこちらもですねワンポイントでレースでかぶせてしまえば、ここの縫い合わせのところも目立たなかったりするので、アレンジも楽しんでみてください。そして今回マグネット定規初めて登場したと思います。私も今回カーブを縫うのにですね、ちょっとせっかくなので紹介してみようかなと思って初めて使ってみましたけれども、ここに合わせることですごくね綺麗にカーブが縫えたかなと思います。こういう風に使うことが多いと思うんですけれども、斜めに当ててみたりちょっと使いやすい角度で、皆様の方で使ってみたらどうかなと思います。こちらは家庭用ミシンでも使うことができますので、しっかりマグネットで貼り付いて動かなくなりますので参考にしてみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。掲載作品の方はサブチャンネルのネイジの小部屋でも紹介していく予定ですので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。よかったら本屋さんで見つけてみてください。ありがとうございました。